姿も似合うね。もちろんマユシーはいつものオカリンの格好も好きだけど、でもたまには今日みたいにピシッと決めたオカリンも嬉しいな。それにしてもセミナーだけじゃなくわざわざパーティーにまで出席するだなんて、ビクトル・コンドリア大学の研究ってそんなにすごいん？オカリン、先生に気に入られたんでしょ？マユシーも鼻高々だよ。せいぜい壁の花で終わらんよう頑張って。あとタッパー持ってって残ったおかずお土産によろ。パーティー楽しんできてね。いってらっしゃい。などと言われたはいいが、やっぱりこういう場はどうもな。お、あなたセミナーに来てた。君はレスキネン教授の助手のヒア城真帆よ。お互いこういう場は苦手のようね。そうだな。その何か。そっちからどうぞ。今日はすまなかったな。セミナーの途中で余計な口を挟んでしまって。ああ、あれね。気にしなくていいわ。ああいう連中はただ講義に文句つけたくて来てるようなものだから。それにあなたがやらなかったら多分私が同じことをしていたもの。そう言ってもらえると助かる。それで例の研究だけど、あれはアマデウスのこと？確か記憶をデータ化して取り出し、仮想の人格をコンピューター内に再現したものなんだよな。ええ。研究が進めばいずれは医療分野への応用も可能になる。例えば記憶をなくした人にもう一度過去の記憶を植え付けることだってできるわ。もっともそのためには取り出した記憶データを元の脳に書き戻さなきゃいけないんだけど、それがなかなか、特に最後の過程でいろいろな問題がね。そういえばセミナーでも言っていたな。でもそれに関しては側頭葉に記憶を書き戻す過程で一緒にコピーした疑似パルスを前頭葉の方に送り込めば記憶検索信号はちゃんと働くんじゃないか。あなたそれ自分で導き出したの？あなた脳科学専攻じゃないわよね。ということは誰かに？それとも論文で？それはないわね。まだ論文にはまとめられてなかったはずだもの。何かおかしいこと言ったか俺。間違ってはいないはずなんだが。違うの。そうじゃなくて私の後輩がね、全く同じ理論を提唱していたことがあるのよ。後輩？ええ。精神生理学研究所はじめどのスタッフもずっと懐疑的な中、一人だけ絶対に正しいはずだって。結局実証試験に進む前に彼女はいなくなっちゃったんだけど。マキセ・クリス。マキセ・クリスが教えてくれたんだ、俺に。クリスがあなたに？ああ、彼女がこっちに留学してた時友達になってね。友達に？こういうことについてよく二人で話し合った。クリスが？あありがとう。え？ありがとう。彼女と友達になってくれて、日本に来てたった一人でなんて、きっと。ヒアジョさん。ほら、たった一人で勉強していてもきっとつまらなかったと思うから。
そうだな。彼女とは口喧嘩ばっかりだったけど。あの子らしいわね。絶対に負けを認めなかったでしょ。ああ、へりくつばっかりこねていた。本当にあの子らしいわ。ヒアジョさんねえ、あなた友達だったのよね。だったら何か知らない？クリスの死について。先日アメリカのあの子の家で放火事件があったの。幸い彼女の母親は留守にしていて大丈夫だったそうだけど。放火事件？クリスの家で？それだけじゃないわ。クリスのあの事件があった直後にね、脳科学研究所に地元警察と、それから日本の刑事という人が一緒に来たの。でも後で問い合わせてみたら、そんな刑事はいないって。だから私は彼女の死に何か裏があるんじゃないかと。このままじゃクリスは浮かばれない。だから私は真実を知りたいの。彼女の死の本当の意味を。ねえ岡部さん、あなた何か知って。どうやらパーティーはお開きのようだな。俺はこれで。待って岡部さん、ごめんなさい。今の話忘れていいわ。お詫びにってわけじゃないけど、あなたに会わせたい子がいるの。俺に？さっきのセミナーで見たでしょ、アマデウス。おう、パソコンの中で君そっくりの人間が君そっくりに喋っていた。あのデモンストレーションには私の記憶をデータとして利用していたんだけど、実はもう一人別の記憶が保存されているのよ。別の記憶？ええ、彼女のこと友達だと言ってくれたあなたになら。まさか。ええ、あの子の8ヶ月前、あなたに出会う直前のマキセ・クリス、彼女の記憶よ。こんばんは、マキセ・クリスです。はじめまして、岡部倫太郎さん。